おはようございます。たかしです。本日は6月9日金曜日、ただいま9時25分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。ではまずポンド円、冷やしから見ていきましょう。今、冷やしはかなり高値圏にあるのがわかります。値動きがだいぶ小さくなってきてますよね。この緑丸の高値を上抜けてからっていうのがなかなか高値更新もできない状態。かといって押しもつけていませんので、今は一旦押しをつけるのを待ちたい。そういうタイミングに入ってきているんですけれども、なかなか昨日も見ててもじりじりと上昇している。あまり値動きがないんですが、昨日のローソク足は小さいですので、あまり分かりにくい、現在地付近で動けなくなってきている印象です。基本的には GMMA の青帯と乖離してますので、一旦は GMMA 付近まで戻す動きを待っておきたい。ちょうどこの直近の上昇に当てたフィボナッチリトレースメントの 38.2%、ちょっと見にくいんですが、この直近の高値に当てた白ラインと重なっているので分かりにくいんですが、172円ぐらい。このあたりまでの下落っていうのは考えておきたいですね。ここまで下落してくると GMMA と接触してきますので、現在は174円ぐらいにありますが、172円ぐらいまでの下落は冷やし単位でしてくる可能性を想定した上でトレードしていくのがいいと思います。ただ、現在は上昇トレンド中強く上昇してますよね。陽線と陰線の数を見ていただいてもわかりますが、圧倒的に陽線の方が多いんです。ですので、ここ最近も揉み合ってますが、それでも陽線の方が多いので、そう考えると基本的には下がったところで買い、この上昇トレンドに順張りですね、下がったところを買っていくという、現在みたいな高値圏で買うのではなく、基本下がるのを待ってそこから買っていく。そしてその下がる下落は狙わないっていうのが安全です。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足は黄色のボックスを描いてます。本日朝からちょっと抜けてきてますので、このまま上昇していく可能性もあるんですが、今4時間足も GMMA は上向き、日足の GMMA はもう少し下にありますので、そのあたりまで下落する可能性は考えておきたいんですけれども、今は基本的にこの GMMA の向きにトレードをしていく。ですので GMMA まで下がってくれば、そこからの押し目買いを検討するというそういう相場ですね。今最高値付近にありますので、ここから下落する可能性もありますが、値頃間でのショートエントリーは危険ですので、基本は先ほど言いましたように下がるのを待ってそこからの押し目買いをしていくのがいいですね。今1時間足の目線切り替えポイントはここの紫のラインです。173.9 付近。そして4時間足の目線切り替えポイントはここですね。このオレンジのライン 172.5 付近というところにありまして、今1時間足の目線も4時間足の目線も上向きになってますので、基本は下がったところを買っていく。ただし最高値付近にありますので、そこは注意ですね。大きく冷やし単位での調整の下落を起こす可能性がありますので、その辺には注目。ですので、その下落を狙うのであれば、まず買い足のトレンドを崩してくるところからですね、買い足、例えば4時間足でのこの上昇トレンドを崩してくると、そこから大きめの下落をしていく可能性がありますが、まずそのためには GMMA の青帯の下に明確に入ってくる、割り込んでくる必要がありますので、今はそこを見ておきたいですね。もちろんここでダブルトップでの下落も考えられますので、そこを狙うっていうのもありですが、その場合はすぐこの高値、直近高値のすぐ上に損切りを起きるようにしておきたいです。では1時間足です。1時間足にはオレンジのトレンドラインを引いております。このトレンドラインに沿って今は上昇しておりますので、この、ラインが機能している間っていうのは基本的には押し目買い。そして1時間足単位でこのオレンジのトレンドラインを下抜けてくると押し目買いは一旦様子見がいいかもしれません。ただしこのトレンドライン結構急激な角度になっておりますので、あまり長くこのトレンドが続くとは思わない方がいいと思います。で、オレンジのトレンドラインを下抜けてもまた GMMA で反発して再び上昇していく可能性もあるんですが、今はこのトレンドに沿って上昇してますので、基本はこのトレンドライン付近での押し目買いっていうのを考えておく。で、このトレンドラインを下抜けてきた場合も、まずは青の GMMA 付近で反発すると思いますし、そしてこの紫のライン 173.9 付近が1時間足の目線切り替えポイントですので、その辺付近では反発してくると考えますので、そのあたりでの押し目買いっていうのを検討していくのがいいと思います。で、先ほど4時間足で言いましたように、現在は黄色のボックスの上限付近にありますので、もしかするとこのボックス下限を目指して下落していく。これが冷やし単位の調整の下落になってきますので、そう考えるとオレンジのトレンドラインを下抜けてきた時っていうのが、このボックス下限への動き、下落の初動になる可能性がありますので、その辺も注目ですね。ただし、トレンドラインを抜けたからといって安易に打っていくのは危険ですので、基本的に GMMA が上を向いている以上は、押し目買いで考えていくのがいいと思います。
また本日は金曜日ですので、今までと違う分かりにくい動きをしやすい日でもありますので、無理なトレードは避けていきましょう。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは、初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また、初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。